通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ、本日はですね、13億ドル以上の興行収入を上げて大ヒットいたしました映画、デッドプール&ウルヴァリンからの話題になります。今回ですね、おなじみのキャロライン・リードさんのね、フォーブスの記事が出てまいりまして、このデッドプール&ウルヴァリンの正確な制作費というのが判明しました。するとですよ、なんと皆さん、この作品ね、13億ドル以上の興行収入を上げているにもかかわらず、ほとんど利益が出ていないということが発覚しました。この作品ですね、これまでディズニーにね、大変な利益をもたらした作品と、このように言われていたんですが、これ全部嘘だったというのが発覚したんですね。これによりですね、この映画に補助金を出しているイギリスの納税者たちが、さすがに切れるという事態に発展しているというんです。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、このチャンネルでもですね、たびたび追ってきております、フォーブスのね、キャロライン・リードさんの記事というのがあるんですが、この方の記事はですね、イギリスで撮影された映画の興行収入の詳細を公開するというのをやっておりまして、今回ですね、大ヒットしました、デッドプール&ウルヴァリンの正確な興行収入というのが判明しました。するとですね、この額が当初言われた額の倍以上かかっていたということが分かりまして、この作品ですね、全然利益が出ていないということが分かってしまったんですね。それどころか考え方によっては赤字まであるという状況になっておりまして、ちょっとね、今年紹介したキャロライン・リードさんの記事の中では、ぶっちぎりに興味深い話となっておりますので、今日皆さんぜひね、これ最後までご覧になってくださいね。すごい話になってます、これ。で、まずね、ちょっと本題に入る前に、こちら概要を見ていきますね。デッドプール&ウルヴァリンは、マーベルコミックに登場するデッドプールとウルヴァリンを主人公とした2024年のアメリカのスーパーヒーロー映画である。ね、これは2024年の作品ですね。制作は2016年11月までに20世紀フォックスで始まっていたが、2019年3月にフォックスがディズニーに買収されたことで、マーベルスタジオに移管された。撮影は2023年5月に開始され、イングランドのパインウッドスタジオなどで行われた。2023年7月にはサグアフトラのストライキのため制作が一時停止したが、11月に再開。2024年1月に撮影を終了した。今作品は MCU 初の R 指定映画で、全2作同様のレーティングを保持している。デッドプール&ウルヴァリンは MCU 初の R 指定映画となっている。ということでね、多くの方がご覧になったんじゃないかなと思いますが、プクタも見ましたよ、当然。面白かったですよね。で、もともとこれはね、20世紀フォックスのものだったんですが、この20世紀フォックス自体がね、ディズニーに買収されまして、現在はマーベルに移管されていると。でね、この時に言われていたのが、こちらにありますが、はい、ここですね、まだ書いてありますよ。バジェット、これね、2億ドルと言われていたんですね。で、この作品ね、2億ドルで制作し、こちらにも書いてありますが、こちらボックスオフィスになります。ドメスティック国内が6億3000万ドル、そしてインターナショナル海外が7億ドル。ということで、その合計ですね、ワールドワイドが13億3800万ドルということで、これはね、10億ドルを優に超え、大ヒットと言っていいでしょうね。そしてね、このようになるんですよ。デッドプール&ウルヴァリン、ディズニー初の R 指定 MCU 作品が4億ドルの利益を叩き出し、2024年最も価値のあるブロックバスターランキングで3位に輝く。ということでね、こちらのデッドライン、このデッドプール&ウルヴァリンが4億ドルの利益を出したということで、2024年のね、最も価値のあるブロックバスターランキングで3位に入賞させたと。で、この額というのはですね、興行だけの話ではないんですが、ここですね。はい、制作費は2億ドルで計算されています。これにより4億ドル、これだから620億円以上ですね、の利益を上げましたと。このように言われていたんですが、なんとですね、今回、このようになりました。デッドプール&ウルヴァリンは制作費が5億ドルかかったが利益は出たのかということで、皆さんさっきの覚えてますか？はい、デッドプール&ウルヴァリン制作費いくらって言ってましたか？はい、こちらですよ。2億ドルと言われてたんですね、これまで。いうことで、このね、デッドプール&ウルヴァリンというのはディズニーにとってね、ものすごい収益をもたらした作品と言われていたんです。なんですが、これね、ちゃんと計算しましたよ。キャロライン・リードさんね、全部計算してみたら、この映画ですね、なんと5億ドル以上かかっていたということが今回判明しました。そうするとこれね、もう全然違う話になってきちゃうでしょ。2.5 倍でしょ。じゃあこれ本当に収益が出たのかという話になってくるんですね。ディズニーは2024年公開の大人向けのアクション映画、デッドプール&ウルヴァリンに5億ドル以上を費やし、最終的なコストは当初の制作予算を上回ったと認めた。では利益は出たのか。興行的に大ヒットしたのは周知の事実だ。
興行収入は13.4億ドルに達し、パンデミック後のディズニー MCU 作品としては唯一10億ドルの大台を突破した。しかし、最終的な利益はこの数字ほど華々しいものではなかった。同作はロンドン郊外にあるパイントスタジオを中心に撮影され、地元の採石場が主人公たちがかつての MCU キャラクターたちと出会う砂ぼこりに満ちたディストピア空間のロケ地として使われた。このイギリスでの撮影が本作のコストの構造をより明らかにしている。イギリスでの撮影は映画の予算を魔法のように軽くする効果がある。これちょっと後ほど詳しく見ますね。というのも政府が国内で使われた制作費の最大 25.5% を還付してくれるのだ。昨年まではこの還付はキャッシュの税額控除という形だったが、現在は収入として計上される方式に変更された。還付を受けるための主要条件は、制作コアコストの少なくとも 10% を英国で発生させることであり、その証明のためスタジオは英国で制作する映画ごとに別会社を設立する。これらの制作会社には総制作費、還付額、雇用人数から社会保障費に至るまであらゆる情報を明らかにする法的拘束力のある財務諸表の提出が義務付けられている。つまりこの記事を書いているキャロライン・リードさんというのは、この財務諸表を追跡することで各映画の詳細な制作費というのを明らかにしているということですね。で、ちなみにこれに関してはね、以前もお話ししましたが、このイギリスに設立される会社というのはコードネームというのがついておりまして、その会社がデッドプール&ウルヴァリンを制作しているというのは表向きわからないんですね。なので我々がね、その書類を見に行ってどの映画の制作費がいくらであるというのがわかるのかというと、そんなことはわかりません。なのでそれをキャロライン・リードさんがね、専門家として解析し紐付けしてこうやって記事にしてね、我々に教えてくれているというわけです。制作を担当したディズニー傘下の英国法人はリッチモンド・ストリート・プロダクションズ UK といい、その名称は撮影監督ジョージ・リッチモンドへのオマージュだと見られている。最新の財務報告によると、映画公開から3ヶ月後の2024年10月31日までにディズニーは本作に5億3370万ドルを投入しており、史上最も制作費の高い映画トップ10に入る規模となっている。2023年の俳優脚本家ストライキにより撮影は大きく中断され、その影響もあってか報告書には最終コストは制作予算を上回ったと記載されている。しかしこの話はそれだけでは終わらなかった。ということでですね、今回ね、正確な数字というのが出ました。このね、デッドプール&ウルヴァリン、当初2億ドルと言われていた制作費は、実は5億3370万ドル。日本円でね、現在のレートで換算しますと、これ約833億円です。これ皆さん、制作費だけですよ。マーケティング費は入っていません。純粋な制作費だけで、約833億円かけていたということが、今回これね、発覚したんですよ。予想じゃありません。明らかになりました。ディズニーは還付として1億4700万ドルを受け取り、映画の純支出額は4億2900万ドルにまで減少した。ディズニーの取り分と見られる6億7000万ドルから、これ興行収入の半分ですね。半分はスタジオが持ってきますので、その半分がディズニーの取り分と。ディズニーの取り分と見られる6億7000万ドルから、総支出額4億2900万ドルを差し引くと、デッドプール&ウルヴァリンは興行ベースで2億4100万ドルの利益を上げたことになる。ディズニーは今回の申告内容についてコメントを拒否し、また各作品のマーケティング費用についても公表していない。しかし映画業界の専門家サイトダパックプレイスは、デッドプール&ウルヴァリンのような積極的な世界規模のマーケティングを展開するには2億ドルを超える費用がかかるだろうと推定している。エンドゲームとかあの辺はこのぐらいかかってますよね。なのでこのデッドプール&ウルヴァリンの規模であれば、おそらく2億ドル以上はマーケティング費用かかっているんじゃないかと推定されていると。ということでですよ、皆さん、このね、デッドプール&ウルヴァリン、この映画というのはね、2億ドルで制作されたにもかかわらず、13億ドル以上のボックスオフィスを上げたと。そして非常に収益性の高い映画としてこれまで語られてきたんですが、実際はですね、マーケティング費用を除く興行ベースでの収益は2億4100万ドルしかなかったということが明らかになり、もしここからマーケティング費用で2億ドルをかけているとなると、これ残りね、4100万ドルということになるんですね。でね、もうこの時点で皆さんお気づきになっているかもしれませんが、この作品というのはね、イギリスから1億4700万ドルの還付を受けているんですよ。だからね、この還付がもしなかったらですよ、このね、大ヒットしたと言われていたデッドプール&ウルヴァリン、興行収入だけで見れば赤字なんですね。利益出てないんですよ。ですので先ほどね、4000万ドルほど利益が出ていると言いましたが、これはね、その全てがイギリスからの補助金だということです。でね、このキャロライン・リードさんの記事を紹介するたびに、もうね、コメント欄で皆さん言うんですよ。なんでこんなことをイギリスが許しているのかと。わかります？これ税金ですからね、イギリス国民の。なんでこんなことを許しているんだと言うんですね。で、当然ね、ある程度、そのイギリスで消費するというのが条件になっているので、イギリス国内での消費でこれはね、還元されてはいるんですが、なんでイギリスこんなの許してるのと、このように言ってる人結構いるんですよね。するとですよ、今回、さすがにこれはひどいということで、
だって興行収入でディズニーが持っていった4000万ドルというのは全部イギリスの税金ですからね。今回ね、このようになりました。ディズニーがライアン・レイノルズ主演のスーパーヒーロー映画を制作するために英国納税者の資金6100万ポンドを受け取っていた。政府は昨年ロンドンでライアン・レイノルズ主演のスーパーヒーロー映画デッドプール&ウルヴァリンを撮影するために6090万ポンドの納税者資金がディズニーに支払われていることが明らかになり批判を浴びている。これはディズニーが2024年に30億ポンドの営業利益を上げていたにもかかわらず行われたものだ。またこの金額は政府が2007年に映画制作融資のインセンティブ制度を導入して以来1年で映画制作会社に支払われた額としては最大と見られている。でこれはね、何を言っているかと言いますと、ここにある6090万ポンドというのはその単年でね1年間で支払われた額、このことを指してます。なんですが実際ね、この計上というのは複数年にわたって行われますので、イギリスがこの作品に払っている額というのはもっと多いんですよ。なんですがこの単年だけを見たときに、このデッドプール&ウルヴァリン制作費というのがあまりにも巨額だったため、この優遇措置を導入して以来の最高額になってしまったと。この巨額の支払いは年間802人の一般開業医の人件費や4227件の股関節手術、または61台の MRI スキャナーに相当する。この支払いは政府のエネルギー価格上限が予想外に引き上げられる数日前、さらに一連の増税が見込まれる予算発表の直前に会計報告書で明らかになったため、市民団体の怒りを買っている。税負担が一般家庭を圧迫しているこの時期に、政府の官僚たちが世界で最も利益を上げている企業の一つにスーパーヒーロー映画を作らせるために数千万ポンドを渡しているとは全くもって異常だとタクスペイヤーズ・アライアンスの最高責任者ジョン・オコンネル氏は述べている。こうした補助金は廃止されるか厳格に上限を設けられるべきだ。納税者のお金は世界的エンターテインメント大企業のバランスシートを膨らませるのではなく、公共サービスの改善に使われるべきだ。ということでですね、コメント欄でね、皆さんが不思議がっていたこと、ついにですね、この納税者のね、市民団体がふざけるなと怒ってます。そりゃそうですよね。まあもちろんね、雇用とかでイギリスに還元されてないことはないんですよ。なんですが、自分たちはね、生活がこんなに厳しいのに、ディズニーに補助金を出すとは何事かと。まあ、これが正直な国民感情ですよね。そりゃそうだなと思いますよ。だってね、ちょっとね、これ、以前の話見てないかね、忘れてる方も多いんじゃないかなと思いますので、このシステムね、ちょっとざっくりご説明しますね。で、このイギリスで行われている控除のシステムというのは、カリフォルニアとか例えば、税金の控除という形で還元するでしょう。イギリスの場合はね、これ、キャッシュで還元するんですよ。なので、スタジオにとってはめちゃくちゃ美味しいんですね。つまり事実上の補助金になってしまっていると。なんですが、もともとはね、補助金を出しますよというシステムではありません。これはね、イギリスで撮影をし、その制作が黒字だった場合は税額を優遇しますよ。もし赤字になってしまったら、制作費の最大 25.5% まで政府が補填しますと。こういったシステムなんですね。じゃあ、このハリウッドのスタジオはこれをどう利用しているかと言いますと、まずですね、ハリウッドのスタジオありますね。ユニバーサルとかディズニーとか、こういったスタジオというのは、まずね、イギリスにこの映画を撮影する子会社を設立します。これが先ほど言ったコードネームがつく子会社ですね。で、例えばね、この映画の制作に1億ドルかかるとしましょう。これが総制作費ね。そうすると、スタジオはね、この子会社に対して約 75%、7500万ドルを支払うんですよ。ただ、子会社としては2500万ドル足りませんよね。なので、このスタジオは、この制作会社に残りの2500万ドルを貸し付けます。そうするとね、これはあくまでも貸し付けたお金で、返済が必要になるので、利益として計上しなくていいんですね。この会社っていうのは親子関係ですから、貸し付けも何もないんですよ。なんですが、この抜け穴を利用するために、貸し付けという形を取るんですよ。なので、このイギリスの制作会社というのは、このほぼ満額ですね、25.5% なんですが、これをきっちりショートさせるということが可能で、イギリス国民にここで使った制作費の 25.5% を肩代わりさせているということです。これが先ほど言っていました制作費を安く上げる魔法の種明かしということですね。で、こんなのね、傍から見たら完全にこのシステムの悪用なんですが、イギリスはこれまでね、これを黙認してきたという状況になっています。で、一応ディズニーの主張としては、我々はね、イギリスでたくさんの雇用を生み出しているんだと、このように言っているんですが、今回このね、デッドプール&ウルヴァリンで特大の制作費を叩き出したため、最近の政府へのヘイトもあってね、市民団体がついに声を上げたと。でね、このシステムのひどいところは、あくまでもね、制作費だけの話なんですよ。そのアメリカにある親会社の収益というのは一切関係ないんですね。なので、イギリスでこれを制作します。で、当然それはね、狙った赤字になるわけですよ。最大額ね。そしてイギリスから控除を受けます。で、今回のね、デッドプール&ウルヴァリンに関しては、全然利益出てませんから、
そこに残ったね、そのほんのちょっとの利益も、このイギリスからの補助金となった上にですよ、おそらくディズニーというのは、このデッドプールウルヴァリン、例えばブルーレイの発売だったり、ストリーミングへの貸し付けですね、これで、全体で見ればね、利益出してるはずなんですね。ただ、そこの利益というのは、イギリスの子会社一切関係ありませんから、これはアメリカのスタジオの話なんでね、これ丸儲けなんですよ、ディズニー。そりゃ怒るでしょ、イギリス人は。だって作品を作って赤字だなんて言いながら、付随した利益というのは、スタジオが全取りですから、これはね、ひどい話だなと思ってしまいますよね。でね、ここが今回の話の極めつけです。タックスポリシーのダン・ニードル氏は次のように付け加えている。現在の映画税額控除のルールが映画産業にとって非常に重要であることは間違いない。しかしそれが英国全体にとって費用に見合う価値があるかどうかは私にははっきりしない。驚くべきことに政府自身ですらその点を確信していない。こうした巨額の支出にもかかわらず、政府は2013年の提出資料の中で、このインセンティブ制度について、広範なマクロ経済効果をもたらすとは想定されていないと認めていた。はい、ということで本日はですね、大ヒットしましたデッドプールウルヴァリンの制作費が実際は5億ドルを超えていて、ほとんど収益が出ていなかったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。いやー、今回のこれとんでもない話だったでしょう。そもそもね、当初言われていた2億ドルどころか5億ドルだったという時点でも驚きですが、その出た利益もね、イギリスから受けた控除 100% となっておりまして、市民団体がこれに怒っている。さらには、このインセンティブ制度が本当に経済効果をもたらしているかどうかを政府が分かっていないというね。だからこの MCU に関してはですね、以前も少しお話ししましたが、当初出てくる制作費というのは、めちゃくちゃ下を言われているというお話をね、したと思います。場合によってはね、1億ドル以上誤差があるなんて言われているんですが、今回はね、その 2.5 倍だったという、とんでもない話ですよね。だからね、特に MCU に関しては、最初に出てくる制作費というのは、信じちゃダメですよ、皆さん。だって実際ね、こういった資料で、当初言われていた制作費より下回ってましたなんてことないでしょ。このデッドプールウルヴァリンね、ディズニーに大きな収益をもたらしたと言われる作品なんですが、もう皆さんそれ言っちゃダメですよ。ね、今回全然違うというのが明らかになりましたし、イギリス人からね、後ろからぶん殴られちゃいますから、気をつけてくださいね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。